にちは。今回は逃げ上手の赤君第3話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。部下が最初からいるのはやりやすいな。小次郎くんもかわいいな。劉備が孔明と関羽長を火を得て曹操から天下奪い返すぞみたいな流れでワクワクする。もともと天下が劉備のものだったかのような言い方。3話も作が落ちないな。話もためかいな割に悪くなかったわ。いや、こいつただのイノシシじゃなくてモンスターだろ。どこのジブリでしょうか。もののけ姫に出てきたやつだったか。マジでおっこと主だった。米の女神様と違って部下がすごい頼りになる。獣を刺した鋭い岩はなんや。黒曜石じゃないの。急にモンハン始まって別アニメになったな。諏訪名物の黒曜石。喜びシュタの温泉だぞ。いや右来てる。この時代温泉入る文化あるんだ。時行が一番エロい。脱がない温泉会。服着たまま温泉。妙だな。なんで服着てんだよ。この時代に裸でお風呂入る文化あるのかって感じだし。てか白い服なんだから濡れたら透けろよ。なんでここは歴史通りに服着て風呂入るんだよ。この子たちが死ぬところ見たくないよ。おいおい、今のジャンプ読んでる少年、性癖壊されてる子多いんじゃないの。どんだけ食えるんだよ。一人であれ食ったのか。自分よりでかい肉をどうやって食い切った。この時代って食い物の確保も一苦労だったから、あのイノシシで何人分ものの食料になったろうに。敵側も楽しそうで草。安定感と安心感が半端ない。おっこと主は怖い。クローバーの梅原藩がすごいんよな。手が込んでるし、アニメーションとしての遊び具合のバランスも良い。三美子さんちょっとだけやった。今までは頼重の未来落ちくらいだったけど、急に雨が止んで突然信者が大量に湧いて出たり、巨大イノシシモンスター出てきて、ファンタジー要素マシマシになってきたな。ユニット紹介。可愛い顔して怪力なのか。雫ください。雫ちゃんが一番だな。能力者ではないんやな。ジャンプだけど。若君が一番可愛いな。同い年だとそれであんな大きい。巨乳で頼む。ゲームのイベントみたいな流れや。3人の中から1人選ぶのじゃ。カカだと。これジャンプか。集英社だからセーフ。脱いで。温泉会議か。なんで服着てるの。脱げよ。温泉に負けないすげえ髪型。温泉会議アニメ枠だったのか。エッチだなしずくちゃん。しずくちゃんエッチだ。しずくちゃんは脇からちっぱい見えそう。綾子はなぜ透けないのか、これがわからない。ショタでもいいから脱げよう。なんでショタの方が可愛いんだよ。やはりショタアニメだった。このエンディングの墓って本当にあるやつだったんだな。そこに埋められたのか。この頃の墓ってお参り用に作られて、実際には埋葬されてない場合もあるし、後世作られたものもある。昔の日本人は肉食わないんじゃなかった。ジャンプで連載してる漫画とはいえ、引きは最近のアニメにしてはいいな。さすがクロバーワークスだけあって、では深夜アニメじゃねえな。このヤバい神主ぶち殺した鎌倉武士って、マジヤバかったんやろな。綾子ちゃんだけ JC みたいに見える。鎌倉って横浜にあるんか。奈良と勘違いしてた。神奈川や。そういやこのアニメの北条の家紋、ゼルダのトライフォースみたいに正三角形に近いけど、実際はちょっと潰れた感じの二等辺三角形みたいな感じじゃなかったっけ。正三角形も潰れた三角形もどっちも使ってたっぽい。今回も凄まじかった。最初から最後まで作画も芝居もぎっしり。特にキャラ作画が崩れる気配が全く感じられず、アニメーターは大丈夫なのかと心配になるくらい。そして時行がエロス、自己保存本能を感じた時のこの顔。すでにこの作品のトレードマークになっていてとてもいい。帰ることを誓った月、時行の力を示したより重の太陽演出。仲良く落ちた落とし穴、ロートを組む際の元気玉。ところどころに、縁が印象に残る演出が、長者とを結ぶ、絵にかかっているようで面白かった。
相変わらずクオリティの高い映像に満足度高い。頼重が雨を止ませるシーン、神々しさが際立っていていいね。普段のペテン師な3枚目が本気出すのグッとくる。長者党はまさに家族兄弟といった感じで、全てを失った時行の心を支えているのがわかる良き一幕だった。彼らの純粋な絡みが殺伐とした状況の光なんだなと。まだ真力を信じきれていない時行を3度罠にはめて信用させて、今まで逃げたことをやる意味の真髄を認識させて、老頭を名付けられたことで、初代徳宗以来に人生をかけての目標を確立させるためのしるべを遠回しに立てさせたということか。諏訪に到着した時行以降、そこで頼重を信じきれず逃げ続ける時行に神の奇跡とも言えるものを見せつけ、無事信頼が得られたね。基本はふざけ倒す人だけど、ちゃんとした実力を持ってるようで安心した。そして牛鬼狩りで長者党の実力が分かり、これからがより楽しみになりました。天気のこのところはもちろん、最初の夜の山の表現も良かったな。一匹だけのイノシシと仲間を得た時行、勝負を分けたのは仲間の有無。頼重の真力に子供世代たちの実力も示して戦力は十分。そして次の敵だ。しかしあのイノシシだいぶおっこと主。てか今にもたり神になりかねない感じだったな。最後に小笠原っぽいのが出てくるが、全体的に緩めの回。諏訪頼重が神と称し天候を操る術を披露するが、古来、真偽はともかく、軍師と呼ばれる者はこの手の逸話があるし、軍師の仕事は占いと祈祷が主なのでおかしな話ではない。今回も面白かった。諏訪への到着と長者党結成会。ってことでこれまではうさんくささばかり目立っていた頼重が、天候すら操ってしまう力を見せたかと思えば、牛鬼狩りを通して老頭たちの有能さも描くという、時行にとって頼もしき仲間ができたことを改めて印象をつけた回でした。これからが楽しみ。ついに長者党結成。原作途中まで追っかけてたので、これからの盛り上がりが楽しみ。しかし本当に賑やかな作画がめちゃくちゃ綺麗。時行の逃げ方がダイナミックで、空に舞うところとか最高。このままこの作画でいってほしい。スタッフの皆様頑張ってください。諏訪頼重のことを、これからの展望を軽く説明した感じの控えめな回ではあったけど、作画は本当にすごい。グローバーワークスの神作画。色の表現や線が綺麗でよき、綾子が怪力であることは前から知ってはいたけど、アニメになるとより怪力感あるし笑顔が最高。ハラハラなバトル展開も良いけど、今回みたいな日常色の強い回も良いよね。個人的に綾子すげえ好きだな。鈴代さゆみさんの網とか、朝顔みたいな体育会系で、元気な愛すべきおバカちゃんな感じの演技、マジで大好き。長者党の皆は全員無事生き延びられますように。本作は意外とギャグも面白い。んで、ドクターストーンを見た時も思ったが、少年漫画で大切なのは誇張表現のような気がする。現実に縛られない大胆な表現。それこそがエンタメになる。人が惹かれる正しい人間。前回頼重の言った鬼ごっこ必勝法その1、相手を知ること。神も足を汚して歩み寄って目線の高さを合わせるくらい時行に惹かれていて、追いかけてくる頼重たちを知って神様の歯で牛鬼を仕留めるっていうね。面白いな。諏訪について展開的には一旦落ち着いた感じかな。相変わらず映像面が素晴らしい。時行も老頭も皆可愛い。画風もいろいろ出てきて、アニメーションとして楽しいな。今回で導入的な話は終わりでついに小笠原貞宗登場。おっさんですが萌えキャラです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたら、コメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは、最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くと、これまでなかった視点が増えて、アニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひ、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた
次回の動画でお会いしましょう。